もし無二の親友だと思っているその人があなたを貶めようとしていたら、遡ること12年前の2011年9月3日、中国江蘇省。美味しそうだ。作りたての料理の匂いに頬を緩ませながらそうつぶやいたのはチャン・ルー。小柄ながらこわもてで頼りがいのある雰囲気をまとった男でした。そうやってテーブルの上の料理を口に運びながらふと壁にかかった時計へ目をやったチャン。それにしても遅い。ワンのやつはまだ帰ってこないのか。ワンというのはチャンより7歳年下の弟分。ワンを可愛がっていたチャンはまだ若くお金のない彼のことを自宅に住まわせていたんです。手料理を用意して弟分の帰りを待つという一見して微笑ましいこの一場面。しかし実はこの時家の中には至って穏やかに食事を進めるチャンのその表情からは想像もできない光景が広がっていました。食事中のチャンの足元にはなんと7人の遺体が転がっていたんです。7人の遺体をそのままに弟分の帰りを待つその男。凄惨な犯行を犯しながらも平然と振る舞うこの男には一体何が。そこにあったのは何者にも代え難い信頼と死の底へ突き落とす裏切りだったんです。おそす、ルナが可愛いケンちゃんです。ホワイトデーのお返し待ってます。やみやみこです。あげてねえだろな。本日ご紹介するのは中国の江蘇省で起きた連続殺人事件なんです。この事件なんとですね、同日に7人もの尊い命が奪われてしまったという恐ろしい事件なんです。何人も同時に殺すって犯人は相当な恨みを抱えてたってこと？犯行動機っていうのは犯人の信頼を裏切ったある人物に起因するんですけれども、殺されたのは全員恨みとは無関係の人たちだったんです。犯人はそうやって無差別殺人を犯すほど根深い恨みがあったんですよ。まずはね、犯行当日の様子から見ていきたいんですけれども、犯行後の犯人の様子含めておよそ正気のものとは思えないものだったんです。血まみれの食卓。遡ること12年前の2011年9月3日、中国東部に位置する江蘇省が今回の舞台。鼻歌混じりにフライパンを振るうその男はチャン・ルー。チャンは熱々の湯気を立てるその料理を皿に盛り付けると手際よくテーブルへ運びます。そうやって夕飯の支度も一段落したところで、チャンは部屋の時計にちらりと目をやりました。ワンのやつ遅いな。何やってんだ。チャンは長年ワン・クチンという弟分と一緒に暮らしており、この日も食事の用意をしながら彼の帰りを待ちわびていたんです。ただこの日の食卓にはそんな日常的なチャンの振る舞いとは明らかに不似合いな光景が広がっていました。実はチャンはこの時この家に居合わせた計7人を殺害した直後、彼はなんと家の中の遺体もそのままに夕食のひとときを楽しんでいたんです。ありえなくない？そんなことできる？ってことは弟分のワンってやつも共犯なんじゃないの？弟分のワンの帰りを待って遺体を処理しようと考えたのかなといろんな考えが浮かびますよね。この二人一体どんな関係だったんでしょうか。我ながら上出来だ。待ちきれないと言わんばかりに出来たての料理を口に運ぶチャン。彼は上機嫌な様子で食事を進めながらワンと出会ったその頃のことを思い出していました。1979年、チャンは中国江蘇省連雲港市で生まれます。家庭環境に変わったところはないものの、チャンは学校をサボっては遊び歩いている不良少年に育っていました。彼はテレビで見たアウトローな若者の影響を受け、中学を卒業する頃には実家を飛び出し、一人で生きていく道を選びます。しかし、申し訳ないが、うちじゃ雇えないな。チャンは実家を出た後、懸命に仕事を探すも、学歴のない彼はどこへ行っても門前払い。体格も小柄だったため、単純な肉体労働をするにしても、働き口は限られていました。こんなんじゃとても暮らしていけない。明日食べるものにも不自由するその暮らしに次第に追い詰められていくチャン。彼は能力のない自分でもお金を得られる方法を必死になって考えました。そして、もう生きていくにはこれしか。そうやって繰り返し考えた結果、チャンがたどり着いたその方法とは、窃盗。その後、窃盗でなんとか暮らしていけるようになったチャンは人並みに恋をし、結婚して家庭を持つようになりました。後に弟分となるワンと出会ったのは、そんなささやかな幸せを手に入れた直後のことだったんです。窃盗だけで家族養ってたって、ワンに出会う前から相当な人生。後にね、弟分となるワンと出会ったことで、チャンはより一層悪の道に手を染めてしまうんです。最悪の出会い。
2004年のある日、乗客ひしめく電車の中、チャンは狙いを定めるような目つきで周囲を見回していました。そう、彼はこの電車の中でスリを行うつもりでいたんです。よし、こいつに決めた。心の中でそうつぶやくと、慣れた様子でターゲットに近づいたチャン。そして彼が乗客のポケットに手を伸ばしかけたその時でした。兄貴、久しぶりっすね。突如、背後から聞こえた男の声。チャンが振り返ると、そこにはいかにも柄の悪そうな若い男が人懐っこい笑みを浮かべながら立っていました。誰だ？人違いじゃないのか？スリの邪魔をされたチャンはあからさまに不機嫌そうに男に答えるんですが、男は全くお構いなしの様子でこちらへ微笑みかけています。まあいいから、ちょっと降りて話しましょうよ。そう言うと男は電車の止まったその駅へ半ば強引にチャンを引っ張り出してしまいます。どういうこと？この男のこと全然チャンは覚えてないみたいじゃん。実は初対面なんで。え？おいお前、一体どういうつもりなんだ？用もない駅で無理やり降ろしやがって。自身を引っ張り出したその男に怒りをあらわにするチャン。しかし男は至って冷静に公開します。あんたがさっき狙ってたやつ、警察ですよ。なんと男は電車に居合わせた私服警官を見抜いており、チャンが危うく逮捕されるところを助けたというんです。彼の名はワンクチン。チャンよりも7歳年下の彼もまた窃盗でその日暮らしをしている男でした。この地区をテリトリーにしていたワンは巡回している警官の事情にも詳しかったんです。こうして2人が奇妙な出会いを果たして以来、ワンはなぜかチャンのことを兄貴と慕うようになり、いつも彼について回るようになりました。一方のチャンも調子よくすり寄ってくるワンのことを可愛く思い、2人はタッグを組んで窃盗をするようになったんです。すごいさ、映画とかドラマとかでありそうな展開なんだけど、やってることってただの犯罪なのよ。そうなんです。実はこのワンって男はチャンよりもずっとずる賢い男だったんです。仕事仲間のワンだ。金がなくて困っててさ、しばらくうちに置いてやってほしい。二人で行動するようになってしばらくすると、チャンは妻リンファにワンを紹介し、彼を自宅に住まわせるようになりました。幼少から素行が悪かったチャンですが、彼はその分情に熱いところがあり、仲間が困っていれば積極的に世話を焼く性格だったんです。よろしくっす。いつも通りの人懐っこい笑みで妻リンファに挨拶するワン。彼はその憎めない人柄でリンファともすぐに打ち解けました。当然リンファはチャンとワンが窃盗でお金を稼いでいるなどとは思いもせず、来る日も3人分の食事を用意して待ち、彼らの労をねぎらっていたんです。ただそうやって3人で暮らし始めて5年が経った2009年、チャンの心境を一変させる出来事が起こります。あなた、私子供ができたみたい。その日の朝、愛おしそうにお腹をさすりながらそう口にしたリンファ。当然チャンは喜んだような表情を浮かべるんですが、そうか、それはお祝いしないとな。そう言いながらも言葉を詰まらせ、複雑な心境を隠しきれない様子を見せるんです。父親が窃盗犯だなんて、生まれてくる子供はどう思う？そう、チャンはこの妻の妊娠をきっかけに長年身を投じてきた窃盗から足を洗おうと考え始めるんです。遅いと言っちゃったらそれまでだから、どんな形であれ更生するって言ったんだったら喜ばしいことじゃない。その気になれば仕事だって絶対見つかるんじゃない？ここまでの話を見ていただければわかるんですけど、そんな前向きな流れにはならないんです。なぜならこの家にはチャンよりずっとずる賢いワンが住んでいるからなんです。妊娠した妻を前に深刻に悩み始めたチャン。弟分のワンはそんなチャンの様子をすぐに察しました。そしてチャンに対しこんな話を始めるんです。兄貴、姉さんに子供ができたとあればこの先さらに金がかかる。二人でもっと稼げる仕事をしないか。自分たち家族のことを思うワンのその言葉にハッと顔を上げるチャン。ワンは至って真剣な表情のまま続けてこう言いました。今日限り窃盗からは足を洗おう。今から二人で墓荒らしをするんだ。はあ？何言ってんのこいつ。せっかくチャンが更生しようとしてるのに台無しっすよね。そしてこれ墓荒らしという行為、大金を得るための行為として中国で蔓延してたらしいです。というわけで本日のメトラーキーワード、中国の墓荒らしについて。4000年以上も前から覇権争いが繰り広げられてきた中国には始皇帝の兵馬俑をはじめ権力者を弔うための遺跡が数多く存在します。三国時代、魏の曹操は軍備不足を補うためそうした遺跡を狙った盗掘専門の部隊を編成。以来墓荒らしは中国において大金を狙った犯罪の代名詞となり、その流れは現在まで続いているんです。近年の中国ではコロナ禍における経済不安が後押しし、墓荒らしも増加傾向にあります。2021年に検挙された墓荒らしはなんと3000件以上、押収された文化財の数は6万6000点にも上り、例年の6倍以上の被害が出ているというんです。墓荒らしなら稼げる額は今の比じゃねえ。姉さんにもいい暮らしをさせてやれるぜ。目を輝かせながら墓荒らしの魅力を語るワン。一度は窃盗から足を洗おうと考えたチャンですが、そんなワンの誘い文句に揺らぎ、ついには墓荒らしに手を出してしまうんです。そして最初こそチャンとワンの墓荒らしは成功し、二人は大金を手にすることになりました。しかしそんなうまい話がいつまでも続くわけではないんです。さて、詳
詳しい事情を聞かせてもらおうか、墓泥棒さんよ。2009年9月、チャンは取り調べ室で警察の厳しい尋問を受けていました。そう、立て続けに墓荒らしに入ろうとしたチャンとワンは、遺跡の付近で張り込みをしていた警察官に逮捕されてしまったんです。リンファを楽させてやりたくて始めたことで、余計に苦労をかけちまうとはな。本当に俺はどうしようもねえ野郎だ。でも、チャンはこの時、自身の罪を悔いると同時に、妻のことは何としても守らなければならないと考えていました。さらに、自分たち家族のために墓荒らしを提案した弟分ワンのことも。二人への思いを巡らせたチャンはこの時、警察に向かってはっきりとこう言い放つんです。墓泥棒は、全部俺一人でやったことです。ワンは関係ない。あいつはたまたま居合わせただけなんだ。なんと、チャンはワンをかばって一人で罪を被ることにしたんです。兄貴、本当にすまない。姉さんのことは俺が責任を持って守るから。チャンの手を強く握りしめ、涙ぐみながらそう叫んだワン。ああ、任せたぞ。チャンはただ一言そう言って静かに微笑みました。いやいや、奥さんを守りたい気持ちはわかるんだけど、ワンの話にしちゃダメよ。奥さんは実家に戻るとかできたでしょうし、ワンにはちゃんと罪を償ってほしいですよね。そしてやはりここでワンを野放しにしたことが最悪の結末に向かわせたんです。信頼と裏切り。チャンの逮捕から11ヶ月後の2010年8月。ずいぶん待たせちまったな。家に着いたらまずリンファに頭を下げて謝ろう。そしてワンのやつと二人で真っ当に生きる道を探すんだ。この日、刑務所での服役を終えたチャンは、そんな決意を新たに妻リンファと弟分のワンが待つ自宅へと急いでいました。しかし、どういうことだ。チャンが玄関をくぐったその家はすでにもぬけの殻。いくら呼びかけても返事はなく、家中を探し回っても妻も生まれたばかりの子供もワンの姿もどこにも見当たらないんです。奥さんとかワンに良くないことでもあったの？まあそういうことなんですね。その後、リンファとワンは何時間経っても帰らず、チャンは真夜中になっても家から出たり入ったりを繰り返し、不安に押しつぶされそうになりながら二人の帰りを待っていました。そんなさなか、あんた、もういいから家の中に入りな。不憫で見てられないよ。そう声をかけてきた隣人は、ワンと妻リンファが帰らないその事情を知っているようでした。あんたの奥さんはもう、続けて告げられたその言葉に、ただただ呆然とするチャン。それでも諦めのつかないチャンは、そこから1年間自宅で待ち続けていたんですが、二人が帰ってくることはとうとうなかったんです。近所の人はチャンに何を言ったの？その内容はこの後明らかになるんです。2011年9月3日の夜、自宅を後にしたチャンは、とある一軒家を訪れていました。おい、ワンはいるか？ワンを出せ！鬼の形相でその家の扉を叩くチャン。すると、玄関へ顔を覗かせたのは、ワンの母親でした。そう、チャンが訪れていたその家は、ワンの実家だったんです。チャンさん、あの子なら、まだよ。あなたには本当に申し訳ないことをした。どうか許してちょうだい。悲しげな表情で頭を下げたワンの母親。その時でした。ポケットからナイフを取り出したチャンは、その刃先を思い切り、ワンの母親に突き立てたんです。何度も何度も繰り返し、ナイフを突き立てるチャン。彼はその場に崩れ落ちたワンの母親をそのままに家の奥へと足を進めます。そして家の奥までやってくると、そこにはまだ幼い孫を抱きかかえるワンの父親の姿が。何をする気だ！両手を広げ、必死で孫をかばおうとするワンの父親。しかし、チャンは意にも介さず、二人を殺してしまうんです。その後、悲鳴を聞いた隣人4人がこの場に駆けつけるんですが、完全に我を忘れたチャンはなんと、その善意を視察してしまうんです。あろうことか隣人のうち一人は双子を身ごもった状態のまま無残に殺されていたとも。大変なことになってんじゃないのよ。てかさ、最初のワンシーンでチャンが遺体がある場所で夕飯食べてたじゃない。あれってワンの実家だったの？そうなんです。一体チャンの妻と弟分のワンには何があったんでしょうか？俺がいない間に一体何があったのか教えてくれ。チャンが釈放され、自宅へ戻ったあの夜、妻リンファとワンを待っていた彼は、声をかけにやってきた隣人を必死に問いただしていました。すると隣人はしばし言いよどんだと意を決したようにこう言ったんです。これから話すことはきっと、あんたにとって辛い話になる。何があっても気を確かに持つんだよ。姉さん、兄貴がいなくて心細いだろうけど、俺がついてるから大丈夫だ。困りごとは何でも言ってくれ。チャンが逮捕されてからというもの、弟分のワンは、チャンの妻リンファにいつでも寄り添い、夫の逮捕に打ちひしがれる彼女を励まし続けていた。ありがとう。ワンがいてくれて本当によかった。そうしているうちに、リンファにはいつしか笑顔が戻り、二人は互いに支え合いながらも、チャンの帰りを今か今かと待っていた。しかし、リンファ、兄貴が釈放されるらしい。2010年8月、ワンはチャンから釈放の連絡を受け、その事実をリンファに告げた。その言葉を聞いた途端、リンファはなぜか表情を曇らせる。そして次の瞬間、ワンは確かにこう言った。おいリンファ、兄貴が帰ってくる前に逃げるぞ。
そう、弟分のワンはチャンよりもずっとずる賢い男。女性の扱いにも慣れていた彼はチャンを差し置いてリンファと男女の関係となっていたんです。チャンに近づいたのも、一緒に墓荒らしをやろうと誘ったのも、情に訴えかければ簡単に騙せてしまう彼を利用するためだったのではないでしょうか。隣人から話を聞き終えたチャンはその場に崩れ落ち、しばらく動けずにいました。ワンとリンファが俺を裏切るはずがない。ここからチャンが復讐まで1年を要したのは、いつかワンが事情を説明しに戻ってくると信じていたためだったんです。信じて任せた弟分、奥さん取られちゃうな。これ以上辛いことないわよ。とはいえね、殺された7人っていうのは、今回の件とは、ね、無関係なので、これはこれで決して許されるべきことではないですよね。ワンの実家で7人を殺害し終わった後、チャンは何事もなかったかのように家にあった食材で夕飯の支度をしながらワンとリンファの帰りを待ちました。しかし自宅の異変を察したのか、その日2人が帰ってくることはなかったんです。結局翌日の9月4日、我に帰ったチャンは警察へ自首。彼は取り調べにおいて無関係の人間を殺害したことを悔いる一方で、次のようにも話しました。本当に殺したかった人間を殺せなかったのが残念だ。こうして迎えた2011年12月14日、7人の尊い命を奪ったチャンに言い渡された判決は死刑。翌年の2012年9月5日の朝、刑が執行されることになりました。若くして悪の道に身を落としたチャンの人生は、その大半が犯罪の繰り返しでした。しかし一方で彼の中には妻や弟分を思いやる情が存在していたことも確か。もしどこかでやり直すことができていたら、チャンは今でも温かい家庭の中で笑っていたのかもしれません。